内田漫画チャンネル内田です。本日も日当たりがすごいお部屋からお送りします。今回の動画はこのリビングをまるまる仕事部屋、作業部屋にしたことによって手放したもの、引っ越しした時にやってよかったこと、失敗したことなどまとめていきたいと思います。リビングをまるまるこのように作業部屋にしております。ソファーとかテレビとか座椅子とかそういったものが一切ないスペースとなっています。今ここがカウンターキッチン、ここでもうご飯を食べるようにしました。ここに座って食べています。前の家に2人掛けのダイニングテーブルを上京した時にすぐ買って使っていたんですけど、捨てました。一人用のね小さいダイニングテーブルも一瞬迷ったんですが、これでいいなって。目の前がキッチンなんですけど、キッチンでご飯作ってすぐここで食べてすぐあっちで仕事すればかなり効率がいいし、ダイニングテーブルがあるとちょっとゆっくりしちゃうみたいな、ゆっくりしてだらだらなんとなく時間が過ぎていくなっていうのも感じていたので、ダイニングテーブルを捨てました。ついでに手放したもの、テレビです。これはすごい迷ったんですけど、最近もうテレビ全然見てなかったんですよね。たまにゲームやる時に使ってたぐらい、どうしてもテレビって昔からずっと見てて、当たり前にある家のものだったので、捨てるのはちょっと躊躇したんですけど、捨ててみた感想は全く問題ないです。全く問題ないですね。NHK もずっと払ってたんですけど、テレビを処分したタイミングで、解約しました。電話をして解約の申込書を送ってもらうっていう流れになります。で、解約する時に処分したことを証明するものが必要になるので、リサイクル券ですね。リサイクル券があれば完璧です。私の場合は不要品と一緒にもうまとめて捨てちゃったんですよ。業者にまとめて出しちゃったので、そういう不要品回収の領収書にテレビ回収代としてって書いてもらいました。それをコピーして解約の申込書と一緒に郵送しました。本当に解約できたか現時点ではわからないです。おそらくそれで大丈夫だと思うんですけど、これでその書類不十分ですっていう話だったらもう来てもらうしかないですね。はい、次、内見時に失敗したこともたった1個です。インターネット、光です。これは絶対失敗したくなかったんですよ。インターネット環境なので、内見時の時にもちろん光通ってますかって聞きました。ただそれだけを聞きましたそれが失敗でした。光回線通ってますかって話をしたら、不動産の方も光通ってますよって言われたので、光通ってるんだ、よかったで終わったんですが、そこからが問題で、ここが古いマンションなんですね。光通っていても各部屋までどういった方式で通しているかっていうのが大事になります。で、このマンション VDSL という方式で各部屋まで光を通しています。マンションの共用部までは光ファイバー、その後各部屋までは電話線で引いているものになります。光ファイバーのやつだとここにねもう一個あるんですよ、こうつけるやつが。この電話線になるので速度がマックス100までしか出ないです。で、100出れば大丈夫じゃないって思った人もいると思うんですけども、100メガを多分10人全員で分けてるみたいな感じのイメージだと思います。おそらく私がそのヘビーユーザーになるんですよ。GoPro で撮った動画が特にそうなんですけど、1ギガとかいっちゃうので、それをクラウドからパソコンに落とす時に速度がねすごい遅くなっちゃったんですよ。通常はこれぐらい、VDSL にしてはいい方だと思います。これをね再開すると多分この遅さなんで、この状態でもう一回測定してみる。多分めっちゃ速度が下がってると思います。そうですね。なので私が今このダウンロード、多分大きいデータダウンロードしてるので、おそらくこのマンション全体がダウンロードがこのスピードになってるということです。このスピードだとだいたい 4K はもうほぼオンラインね、今 FPS とか言ってる人がこのマンションにいたらもうかなりご迷惑をおかけしてるかもしれないですね。これはね他のね住民の方がどれぐらいインターネット使うかわからないんですが、重いデータをやり取りする時はやっぱ夜間とか人が使ってない時間に気をつけてやろうかなと思いました。
新しいところは多分もう VDS でやってないと思うんですが、古いタイプのマンション見るときは VDSL かどうかを絶対確認してください。次に引っ越し業者に関する失敗したことですね。引っ越し当日の時間です。私が使ったところは午前便、午後便、午後フリー便っていう3つ、値段がねちょっと変わるんですよ、それぞれ。で、私はもうどうしてもね節約したかったので午後フリー便というものにしました。午後3時から午後5時までに、トラックが到着してそこから引っ越しの作業をしますよというプランになります。本当にたまたまなんですけども、私の引っ越しの時にトラブルが起きまして、引っ越し業者さんの方ですね、電話がかかってきて、トラックの故障か何かで5時までに伺うことができないっていう電話だったんですね。で6時までに来ればいいかなと思って、電話を分かりました、じゃあ待ってますって言って切ったんですが、最終的にトラックがうちに到着したのが6時50分とかもう7時近い時間に来ました。もうそこから引っ越しになるので、もう暗くなっちゃって夜ですよね。多分午後フリー便の怖いところですね。前のスケジュールが押すとどんどん遅れてっちゃう。親がね、私静岡から手伝いに来てくれてたので親も待たせることになるし、これはやってしまったなと思いました。一番いいのはなので午前便ですね。一発目だったら、ね、遅れることがないので、今後ね引っ越す時があって業者さんで時間帯選ぶときは私は午前中がいいと思います。午後フリー便っていうのは安いけどもそういうリスクがかなりある、安い理由があると思いました。入居前に必ずやってほしいこと、実際私がやってすごく良かったことがいろいろあるんですけど、1個だけ言いたいのは床の保護ですね。クッションフロアというものを敷いてます。引っ越しの前、何もない状態の時にしか多分作業できないので、入居前に必ずクッションフロアとかタイルとか、もちろんやらなくてもいいのですが、もう雰囲気が全然変わります。部屋のこの物件、さっきも言ったようにちょっと古いマンションなので、フローリングの色がかなりフローリングの色なんですよフローリングのオレンジ、山吹色っぽいザ・フローリングっていう、部屋をね白っぽい感じで揃えたかったのでちょっと合わないんですよね。その時にこのクッションフロアを白っぽい木のやつにしたら、もう部屋の雰囲気も変わりますし床の保護もできるっていう、かなり一石二鳥なので、これはねやってほしいですね。ちょっと値が張っちゃうんですが必ずやってほしいなと思いました。すごい火が出てきちゃった荷造りで1個思ったのが、書くじゃないですか、段ボールに何が入ってるか写真に撮ってください。書いた後に中身の写真ですね。隙間あるからこれも入れとこう、あれも入れとこうってちょっとした入れたものがもう行方不明になるんですよ。あれどこ入れたっけみたいな、その場でやってて忘れちゃうのでかなり多かったですね。あれどうしたっけ、これどうしたっけ、リモコンどうしたっけみたいな。しかも書いてないんですよ本当に。なんか衣類 T シャツって書いてあったのに、その下にズボンを全部入れてて、だから初めズボンが行方不明だったんですよ。 T シャツの方をわーって見てたけど、いやこれ全部 T シャツだよなみたいな、その上のアウターしか入ってないよなって言って全然見てなかったけど、掘り返したら一番下にパンツ系全部入ってるみたいな、だから衣類だけ書いてあったみたいな。閉める直前にもう写真に撮っといてください。かなり大変なことになります。かなり行方不明になります。これは本当に思いました。はい、このねリビングを作業スペースにすることによって安らぎ空間をなくしたっていう話を冒頭にしたんですが、実はねこの空間を使って実は友達がもう一回来てるんですよ。ここに広い空間を使ってお茶、茶道ですかね、お茶をねやるっていうちょっと面白い遊びをしました。めっちゃ良かったです。なのでこの床を使うなんかピクニックとかピクニックじゃないかなんかそういうのはできるので、お友達の皆さんはぜひ遊びに来てください。椅子とかクッションとかないのでご持参いただけると大変良いかと思います。多分この部屋めっちゃ寒いんですよ。物が置いてなくて、今日が当たってる時はねすごくいいんですけど、日が当たってない時がすごい日当たりそう日が当たってない時はめちゃくちゃ寒いので、冬越えた後ね、冬の感想とかまた動画撮れればなと思います。それでは今回もご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。